はい、哲也です。今日はですね、ロシアへの経済制裁をやめれば北方領土は帰ってくるのかというテーマでお話してみたいと思います。2月25日でしたかね、テレビ愛知の番組に出演した鈴木宗男さんって言いましたよね。政治家のね、維新の政治家ですけども、その方がですね、ロシアへの経済制裁をやめれば北方領土は帰ってきますと、何度も繰り返したということなんですね。この話はちょっとね、僕の中では納得いかないので、いろいろ発言を調べてみたんですけども、テレビ愛知のニュースサイトがその内容について伝えているので、それをまず、読みたいと思います。ロシアに対する日本の経済制裁について、参議院議員の鈴木宗男氏は、日本が経済制裁をやめれば北方領土は帰ってくると繰り返し主張した。これは2月25日にテレビ愛知で放送された激論コロシアムで、経済制裁を見直すべきかとの質問に答えたもの。宗男氏は、ロシアに対して経済制裁はすべきでない、意味もない、それより停戦、話し合いの場を作ることだと発言。その上で経済制裁をやめるメリットについて問われると、日本の国益に北方領土がある、経済制裁をやめれば北方領土が帰ってくると主張した。はい、これですよね。この発言なんですよね。続きを見ますとね、北方領土交渉は進展せず解決のめどが立っていない。他の出演者からロシアに加担することで本当に帰ってくるのかと念を押されると、帰ってくる。安倍さんが2018年にシンガポールで合意したラインで交渉すれば帰ってくると力説。宗男節を炸裂させた。また、岸田総理がウクライナ訪問を検討していることについて宗男氏は、総理がウクライナに行ったら日本の明日は厳しくなる。日露関係は終わるとウクライナに同情的な世論を批判。ロシアとの関係を重視すべきと訴えたということなんですね。この方、鈴木宗男さんというのはね、かねてよりロシア寄りの発言をずっと繰り返した人なんですよね。ロシアと仲良くやった方がいいと。それはどこの国とでも仲良くやった方がいいんですけれども、ウクライナという隣国をですね、武力で、問答無用で侵略して多大な被害を与えているわけじゃないですか。いろいろね、双方に言い分はあるにしてもですね、やっぱり国際法に反して一方的な武力侵攻というのは、これは許されることではないわけですね。国連通じていろいろ解決の努力をしたとか、そういうのがあればまだしも、何もなくてですね、二国間で話をしようとしたけれども決裂した。じゃあもう武力で解決みたいなね、そういうやり方っていうのは非常に乱暴で、それが世界標準というかね、グローバルスタンダードにしてはいけないわけですよね。そういう意味で、欧米も日本もですね、ロシアに対しては厳しい態度を取らざるを得ないということになって、経済制裁に参加しているわけですよ。これは自由と民主主義を守らなきゃいけない。それから、武力による一方的な現状変更を許さないというね、グローバルスタンダードというものをしっかりと堅持し守っていこうという、そういう日本の姿勢なわけですよ。でそれをね、曲げてまで経済制裁をやめろと言ってるんですね。そしたら北方領土が帰ってくるよという、これ僕にとっては非常に幻想としかね思えないんですね。でシンガポール合意に基づいて交渉すれば帰ってくると言いますけど、シンガポール合意というのはね、これいつだったか、2018年ぐらいでしたかね。安倍さんがプーチンさんと交渉した結果なんですけれども、これはね、1956年の日ソ共同宣言というのがあって、まず歯舞色丹を返してですね、返してというか平和条約を結んだら歯舞色丹を返すというような、そういう流れだったかなと思うんですけど、要は二島返還論に近いわけですよね。正確に言うと、ロシアは2島を返還するとは言ってないんですよね。2島を引き渡すという表現を使っています。返還と引き渡す、ちょっとニュアンス違うんですよね。これ細かく言うとね、また面倒くさいので、とりあえずここでは返還と言っておきますけど、本来は引き渡すと言ってますので、そこはちょっと誤解ないようにお願いします。そういった話し合いがあって、国後レートロフというのは非常に大きな島で、すでに多くの人が住んでるので、もう実際に帰ってくることはなかなか難しいと。それでね、とりあえず離島返還論で、進めていこうと。その後またね、後世の人たちが国後レートロフについては、これ面積全然違いますからね。歯舞色丹だけではほんのも
ちょっとはっきり正確覚えてませんけど 20% ぐらいしかないんじゃないでしょうかね。そんなものを返してもらっただけで、済ませるというわけにもいかないというね、4島一括返還論というのが日本主流だったわけですけど、現実的に2島だけでもまずね、海がありますからね、漁場というものを取れるだけでもいいしというようなこともあってですね、二島返還論に傾きかけた時期があるわけですけどね。ただここでね、シンガポール合意の後に起こったことを我々知っておかなきゃいけないんですよ。それは何かというとね、それから2年後かな、2020年ぐらいにですね、ロシアが憲法改正したんですよ。でその憲法改正って何だったかというとね、一切の領土の割譲は認めないっていうね、これ正確なちょっと文言ははっきり言って覚えてませんけど、要はですね、ロシアはこれ以上今後一切の領土割譲を他国に、してはいけないというね、憲法改正やってるんですよね。だから僕はね、プーチンさんがいろいろ安倍さんに、北方領土返そうかな、返すかもねなんて言って、いろいろ日本から経済援助とか支援をいっぱいもらってですね、で結局返さないということを繰り返してきた人だと思うんですよ。もう何十回もあったんですよ。30回か40回かあってるでしょ、安倍さんね。しかし結局は返す気配全くなしですよ。鈴木宗男さんというのはね、ロシアの専門家だと僕は思ってるけど、その現実を知らないはずがないわけじゃないですか。だから帰ってくるということはね、これはもうほぼ僕はないと思います。いろんなね、経済的なロシアが破綻をして、どうしても日本からの巨額の支援が必要で、その時に北方領土を返しますということがあるかも分かりませんけどね、普通の状態でですね、帰ってくるということは僕はないと思うんですよ。経済制裁をやめたから帰ってくるというのは非常に幻想に近いと思うんですね。だから僕はこのように、リツイートしたんですね。このツイッター速報に書かれた記事を、引用リツイートしました。鈴木宗男氏、ロシアへの経済制裁やめれば北方領土は帰ってくる。ありえない。これまで散々経済協力をしてきたのに1平方ミリメートルも返さなかった。仮に制裁をやめロシアの勝利で終われば、味を占めた同国はむしろ次に北海道を狙ってくるだろう。政治家が荒唐無稽な幻想をまき散らすのはやめてもらいたいというふうに書きました。ロシアはすでにですね、北海道に対しては領有権を主張することができるということをもうすでに言ってます。それからアイヌはロシア人であると、ロシア人の一部であると。で、北海道の先住民はアイヌであると。だからアイヌの地を守るためにロシアは北海道に侵攻してもいいというようなロジックを組み立ててますよね。だからロシアは好きあらばできるだけ南のね、不凍港というか凍らない海が欲しいわけですよ。南の土地が欲しいわけで、北海道って素晴らしいとこじゃないですか。だからロシアにとっては絶対欲しいとこですよね。ですから好きあらば狙うという可能性はこれないとは言えないわけですよ。誰かいやスネークでないとか言ってる人いますけど、そんなことないとなぜ言えるのかってことなんですね。で、ここに僕も書いてるようにですね、仮にロシアが大勝利を収めて終わったとしたらですね、北海道が狙われた同時にですね、これはもう一つの独裁国家である中国ですね。中国が台湾侵攻の口実に使えるじゃないですかね。ロシアが国際社会はロシアの勝利を許したとね。じゃあ俺たちも台湾を武力で併合しても許すよねと。特に台湾は実はもともと俺たちの土地なんだから、土地だったことはないんですよ。台湾がね、中国の土地だったってことはありえないわけですけども、もともと中国の土地だったんで内政問題だとか言ってますからね。だからロシアが勝利すればよっしゃ、独裁的な軍事大国が弱小の国を力で制圧しても国際社会は許してしまうんだってことになるじゃないですか。だから日本の北海道も狙われるし、台湾も狙いやすくなるということでね、これ僕は習近平さんとプーチンさんはそのあたりでは認識を一致していると僕は思いますよ。だから今度中国はね、ロシアにドローン100機製造できる工場をね作って、そこを技術的に、資金的にもね中国が支援しようという話が出ているということなんですね。ですからね、この鈴木宗男さんがね、ロシアへの経済制裁をやめれば北方領土は帰ってくると言ってるけれども、この保証って全くないんですよ。だからどういうふうになるかというと、経済制裁をやめるでしょ。そしたら
いわゆる欧米とか先進国の中からはですね、仲間外れということになりますよね。自由と民主主義を独裁的軍事政権から守るというその仲間に日本は参加しないんですねってことになるじゃないですか。じゃあもし日本にロシアあるいは中国がね攻めてきた時に、国際社会は日本を支援するでしょうかということですね。経済制裁をやめたとしてもですね、僕は北方領土は帰ってこないと思います。帰ってくるとしたら2つですね。1つは戦争で取り戻すこと、もう1つはロシアが経済的窮地に陥って北方領土を割譲してでもですね、なんとか日本の支援が欲しいという時、ね、その2つしかないわけですよね。戦争ということはね、これは理論上あるわけで実際やってはいけませんので、丸山穂高さんがね、この維新の丸山穂高さんが、あれは国後の宿舎かなんかでね、元島民の人たちに戦争をしないと取り戻せないんじゃないですかというようなことを投げかけてね、大問題になって丸山穂高さんは、維新をクビになってね、そして、維新の幹部がわざわざロシア大使館に頭下げに行ったっていう話があるじゃないですか。維新っていうのはどうもね、日本のインフラを、上海電力に、みすみすかどうか知らないけど明け渡す、突破口を開いたしね、それからロシアに対してもね、不当に奪ってるわけですからね。ロシアはね、終戦後に奪ってるわけですからね、不法占拠されてるわけですよ。で不法占拠してるところにね、戦争でもしないと取り戻せないんじゃないですかっていう一つのこれ疑問としてはあり得ることですよね。僕はこの発言はいいと思いませんよ。はっきり言って平和裏に解決するというふうにやっぱ政治家は動くべきだと思うし、戦争しないと取り戻せないんじゃないですかみたいなけしかけるようなね、そういう発言することは僕は、決してよくはないと思ってますけれども、そういう意見が出ても仕方がない状況ですよ。不法占拠されてるわけだからね。でその人がクビになって、そしてこの鈴木宗男氏がですね、ロシア擁護派っていうかな、この人が維新の中で、しっかりと所属できているというこのこと、このことがですね、僕にとっては維新という党はね、いいところもあると思いますけれども、親中親ロというところね、あと緊縮かな、この2つの点でね、親中親ロと緊縮財政付きみたいなこのところでね、やっぱり維新というのは、賛成できないというか支持できない部分があるんですよね。鈴木宗男さんはね、維新はこれからも抱え続けるんでしょうかね。こういうちょっと変わったエキセントリックな発言をする人をね、僕は置いておくべきではないんじゃないかなという気がしております。これは維新がどう判断するかですけども、僕は一般の一国民としてはなんかこういう人はどうなんだろうという非常に怪訝な気持ちというのかな、賛成できないなと、そういう気持ちでおります。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。